メリーちゃんとかの当て字ってこんなんいかがですか？モニカさんですよね。それからですね、くんですよね。今回なんですけど、初めて公開なんですけど、外国人モテ字っていうことで海外の方に、人気のある書道の書き方っていうものをさせていただきたいと思います。よく人気あるのがどういう意味かっていうことよりも漢字のデザインとか形の方、特に文字列に意味がなくてもこの漢字の字形かっこいいなと思ったらそれが T シャツになって販売されてたりとか、よく大手有名のいろんな雑貨屋さんが売っているお店が梅田とかいろんなところにあると思うんですけど、そこでも漢字 T シャツっていうのが海外の方に人気かなというふうに思います。ダイナミックの文字が人気かなというふうに思います。で、先ほどの YouTube チャンネルでもう記事のところでも龍っていう漢字があったんですけど、例えばアメリカの方に人気の書体っていうと、私の個人的なイメージとして太くて力強い文字が人気かなというふうに思うんですよね。で、今だったらなんていう感じにしましょうか。書道っていうのをアメリカ人の方向けに書かせていただきたいと思います。ニューヨークっていうのがデザインの街なので、デザイン書道の方が需要あるかなと思うんですけど、多分これぐらい力強い文字の方のが人気なのかなと個人的には思います。ちょっとアメリカも行ってみたいですよね。カリグラフィーかなと思います。世界に書道っていうのはいろいろあって、例えばこれサンキューっていうのを、これは私がハートを勝手につけました。これカリグラフィーなんですけど、西洋の書道って言って、例えば実際には筆ペンじゃなくてその専用のペンで書くこともあるんですけど、私は書道講師として筆ペンで書いたものを今回持ってこさせていただきました。サンキューだけじゃなくて、例えばハッピーバースデーとかのバースデーカードとかもどうですかね。で、今回ちょっと皆さんにおなじみがある紙ということでコピー用紙に書かせていただきます。筆ペンでカリグラフィーがどこまでできるかっていうのを挑戦してたんですけど、ちょっと著作権の関係があって言葉選びするんですけど、ディズニーフォントっていうのがカリグラフィーをちょっと変形させた文字で、あれがすごい可愛らしいんですよ。で、私も職場の先輩にちょっと教えていただいてから一人で研究してたんですけど、そっから派生させて練習したもの。私はちょっと中国書法家ですので若干ねその要素が入ってしまうんですけど、ハッピーバースデーとかこういう書き方もあるかなというふうに思います。これがヨーロッパの方に人気な、西洋の書道、すなわちカリグラフィーということでした。ではアジアの中で書道ですごく有名な国っていうのがまず、書道が生み出された中国ですよね。もう中国っていうのはもう書道の大国であって、私がどれだけ中国書法を研究してますって言ったところでも絶対中国人の方には勝てないです。多分これは生涯かけても勝てないと思うんですよね。っていうのは中国ではもともと幼少期の頃から中国の書道の英才教育っていうものを受けている方が多いんですよ。本当に中国の昔の古典のもう特徴から全部分析して、もうそのまんま再現できるような技術っていうのが身についていらっしゃいます。過去の良いものを真似をして自分の技法にするっていうのが中国文化で従来あって、これ私高校生の時卒業論文で書いた内容だったんですけど、その延長線上で書道も過去の美しい書道の字を真似する、その文化の極め方がもうすごいんですよ。で、最近例えば中国書法で書いたのがこれシェイシェイありがとうっていう文字なんですけど、私も、書道の先生、私の先輩先生のちょっとおつなぎいただいて、書道の近石書学っていう中国の書道新聞に掲載させていただいたことが3回ぐらいあったんですけど、やっぱり中国の方が書かれた字には絶対かないませんでした。日本で生まれて書道をやっているっていうことで、仮名の文化っていうのを織り交ぜたんですよね。これが日本の独自の文化です。中国で発祥された漢字っていうのが日本の風土に合わされていってどんどん進化してひらがなになったんだよ。
これが日本で書道をする強みかなと思っていて、私は多分このひらがなっていうツールがない限りは絶対中国の書道家の方に勝てないと思っております。もう本当にもう全然太刀打ちできないです。これ台湾の同社って書いたんですけど、ありがとうっていう意味です。台湾では反対字っていうものが使用されているので、今回ゴンベンをこの書き方でさせていただきました。でこれなんですけど、台湾の書道教育もすごくて、私、大学4回生の終わりに台湾に行ったんですよ。四角の枠の中にしっかりと書くっていう技術がすごくあって、で中国の書道教育とニアリーイコールってめちゃくちゃ近いものがあります。でもこれは私個人的な分析なんですけど、中国の書道は親指上を向けても置いて、台湾はちょっと正面寄りになって、日本やったら下向けるかなっていう印象があります。これは人それぞれなので一概に言うことができません。私今まであまり公開したことがなかった書道、じゃじゃん、これ、トッポギとか辛いもので大人気のこれです。最近ブルダック麺とかもありますよね。ハングル書道です。これは韓国のハングル文字の文化なんですけど、ハングル書道っていうので一つ専門分野が出来上がっているぐらいすごい人気なんですよ。私はこれ独学でやったので、ハングル書道専門家の方にとってはこれがハングル書道って言えるっていう感じかもしれないんですけど、精一杯書かせていただきました。特に縦線が多いので、その縦線がまっすぐピュッと引けるかどうかっていうのがハングル書道の魅力というか極めるポイントかなと思います。でこれが、韓国語でありがとうっていう意味です。これ海外の方向けに書かせていただいたんで、当て字ですよね。メリーちゃんとかの当て字ってこんなんいかがですか？モニカさんですよね。それからですね、これエドワードくんとかこういう感じいかがですかね。よく最近ね、海外の方に書道を広めるっていうことで、こういう当て字とかっていうのも一つあっても面白いのかなと思ったりします。これはマイケルくん、ちょっと霊書のテイストを入れました。オタクですよね。でこれが、マリアちゃん、これ横思いっきりパンと払って4毛筆の魅力を出しました。でこれが、ジェームズくんですよね。夢とかだいたいね、海外の方に、ね、人気のある書道の、T シャツのデザインとかって文字の意味よりそれより字形とかのデザイン性っていうのが求められることが多いので、夢とかっていう感じを伝えさせていただきました。これが花の恋と書いてカレンちゃんですよね。これがお礼の礼で恩師の文字もいいですよね。レオンくんっていう文字です。ではいかがでしたでしょうか。今回海外の方にモテる書道っていうことでお話しさせていただいたんですけど、まだまだ私が知らない世界もいっぱいいっぱいあると思います。いろんな感謝の気持ちっていうものをこういう風に書道でお伝えできたら嬉しいなっていう思いでいます。それでは今回もかなチャンネルを終了とさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンのご飯じゃなくてボタンですね、高評価の方をよろしくお願いします。花さんでからの、企画でヤマトの方改めまして鬼滅のキラリだったんです。